皆さん、こんにちは。借金パパ、ケビンです。今回はテーマの通り、転職が多かった僕の履歴書と飽き性について話していこうと思います。履歴書に基づいて話していきたいので、まずはコンビニで履歴書をプリントアウトします。先コンビニに行きまして、僕の履歴書っていうのを、ちょっと印刷してきたんで、それを見ながら、僕のこの、転職の多かった履歴書っていうのと、僕が飽き性っていうのを、どんな感じなのかっていうのを、説明していきたいと思います。こんな感じで、会社名とかは、決して、これは高校の時から、あと卒業してから、今まで働いた会社が、今の会社も含めて7社あるんですけど、これ5社目までしか書いてなくて、2枚目も後で説明するんですけど、こんな感じで僕の履歴書ってめちゃくちゃ長いんですね。で、今回のテーマでもあるやっぱ転職ってとこなので、まずこの卒業してから僕がどんな感じで、働いて、すぐ辞めてすぐ転職したっていうのを、話していきたいんですけど、まず僕卒業してすぐに就職してないんですね。卒業もそもそも留学っていうのもあったので、留年とかではなかったんですけど、他の人より半年遅れて僕卒業したんですね。要は4年ではなくて4年間半大学で過ごして卒業しまして、普通の人やったら、卒業する前に就職活動であったりとか、もしくは卒業してからすぐに就職活動とかする人が大半なんじゃないかなと思うんですけど、僕はそんな焦りもないというか、他の人がこうしてるから僕もこうすべきだっていう考えが全くなかったんですね。中学校からもともと逸脱してて、大学の時もやはり他の人がこうしてるから、自分もこうすべきだっていうのは全くなかったので、卒業してから半年ぐらいは、卒業前に始めたアルバイトっていうのを、ずっとやってまして、でそこからですね、さすがに就職しないと自分も、その社会の中で生きていくの難しいのかなと思って、卒業してから半年後にまず1社目ですね、ここがですね、平成30年の4月に入社したところなんですけど、ですね、これも先に言っちゃうと、試用期間で入って、で、結局3ヶ月で終わっちゃったんですね。なんで3ヶ月で終わってしまったかというと、まず正社員として入社できなかったっていうのがあって、一番大きい理由としましては、社会人経験も、全くなかったので、まずは試用期間で3ヶ月やってみて、それで会社が定めたその KPI っていうのがあったんですけど、それを達成できたら正社員にするっていうので試用期間で入ったんですけど、ここの会社もそもそも新入社員というか新卒で入ってくる人っていうのがめちゃくちゃ少ない会社で、要はハイレベルな能力を求められる会社だったんですね。僕が行ってたその大阪支社の中でも知ってる限りでは、その新卒で正社員になった人って一人しかいないんですね。で、その一人もどんな人かっていうと、もう帰国子女とかで、もう人生の今までの半分ぐらいを海外で過ごしましたとか、あとはもう大学の4年間をもうそのアメリカとか、そういった海外の大学で4年間、そこで勉強してましたっていう、ハイスペックな人しか、新卒として入れないようなレベルのところに、僕、奇跡的に飛び込めたんですね。結局、試用期間で終わっちゃったんですけど、この時に何がいけなかったっていうのが、もちろんその KPI に達成なかったっていうのもあるんですけど、そもそも僕のマインドセットっていうんですかね、結構ネガティブになったりだったりとか、あとは新卒の人と自分の能力を比べてしまって、劣等感っていうのを猛烈に感じながら、1日8時間、一人で、あんま言いたくないですけど、地味なヘッドハンティングの仕事をしてるんですね。自分が劣等感感じてたり、悲観的な部分を今は辞めてしまったんですけど、その時の支店長には、僕は結構赤裸々に話してたんですね。で、支店長は、それをあまり良くないと捉えたと思うんですよ。やっぱりこんなネガティブで、劣等感を感じている人が、正社員になって、そのお客さんの前に立った時に、どんな感じで、いわゆる対応できるのかなっていうので、不安に思われたっていうのを、もう正社員にならないよって伝えられた時に、言われたんですね。いわゆる受からなかった理由として。っていうので、ここはもう3ヶ月で、終わっちゃいました。で、その後に、僕はずっと、ワーホリって言って、いわゆるその海外で1年間働ける、権利がある、ビザっていうのがあるんですね。で、もともと英語を勉強してたっていうのと、ずっと海外で働いてみたいという気持ちがあったので、前の会社で正社員になれないということで、それを機に、今やりたいことが一つあったから、これを機に、ワーホリ行こうかということで、
で、ワーキングホリデーって、絶対雇用形態としてアルバイト以外、無理なんですね。で、働ける期間も、その最長半年ってもうその国が定めてるので、それ以上働くのっていうのは、まず、無理なんですね。そういったルールの中で働いてたっていうのもあったんですけど、いろんな仕事を、正直のところ3社、4社やってたんですけど、ざっくりメインで、長かったところって言ったら、平成30年の、12月から約3ヶ月ぐらいですね。やっていた、そのコーヒー屋さんで働いてた仕事っていうのがあって、これも3ヶ月で、辞めないといけないというので、3ヶ月で辞めました。次やっていた仕事も、これも建築、これも工業系ですよね。これも建築系ですよね。これも溶接のアシスタントっていうのを4ヶ月ぐらいやって、辞めましたね。なので結局オーストラリアで働いてるのって、合計でざっくりですけど、7ヶ月から8ヶ月ぐらいだったんですね。はい。なので、オーストラリアでは、これですね、2つの仕事を経験して、その後に、平成31年の10月です。コロナになる3ヶ月前ぐらいに、日本に戻ってきて、その後、すぐに、就職先が見つかって、ここが一番長かったんですけど、それでも2年10ヶ月って言って、一般的に言ったら、そこまで長くはない。どちらかと言ったら、短い期間で終わったんですけど、で、正直に言うと、僕、ここの会社ってめちゃくちゃ暇だったんですね。ほとんどの、社員さんは東京にいて、大阪は少ない人数でやってたんですね。で、めちゃくちゃ暇だけど、給料もいいということで、僕、ここで完全にもうだらけてたんですね。どうだらけてたかというと、まず、9時から6時に普通出勤すると思うんですよ。普通の会社員とかだったら。まず、そこも全く監視されてないということで、たまに10時に行ったりとか、11時に行ったりとかしてたんですね。オフィスに行ったとしても、まず誰も上の人がいないというのと、全然仕事の、やる仕事もないということで、普通に外で歩いたりとか、散歩したりとかはめちゃくちゃしてたんですね。ってぐらい、暇で、給料のいい会社で、居心地のいいまま、長いことはおったんですけど、結局、この会社自体が、売り上げも悪くなって、で最終的にはその経営の危機っていうので、人員の整理をしないといけないっていうので、ここで、一応、整理解雇っていうんですかね。ちょっとお名前忘れましたけど、要は会社都合でクビになったんですね。そのクビがなかったら、心地いい、ぬるま湯の環境でずっと働いてたとは思うんですよ。なんでかって言ったら、楽でこんなにお金もらえる仕事って僕、そうそうないかなと思うんですよ。っていうぐらい、楽やったんで、他の人も結構、切られたんですけど、クビになって、その後に失業手当をもらって過ごしてたりとか、してましたね。次の会社が、令和4年の、9月から令和5年の、2月まで、約5ヶ月空いてたところなんですけど、完全在宅だった。結局ここも完全在宅の仕事で、僕完全在宅の仕事が全くしたことがなかったので、どんな感じになるんかなと思って働いてるんですけど、正直全く合わなかったです。僕に完全在宅は合わないです。完全在宅だと全く集中できないっていうのと、単純に人と関わってないから、仕事をしてる感じがないっていうのと、やっぱ社会的に自分が仕事してる気がしないっていうので、やる気が湧かないし、全く向いてなかったですね。それが一番の要因っていうのもあって、あとはいろいろ人生でこの時あったので、そういうのも重なって、ちょっと辛くて、なかなか仕事もうまくできず、辞めてしまいましたね。次に、6社目のところなんですけど、ここも、令和5年の6月から、令和5年の8月ですね。ここで、約2ヶ月半働いてるんですけど、仕事内容といたしましては、ホームページを制作している会社で、そのホームページを、売るっていう、営業の仕事を、してるんですけど、僕が、入る前に、ちゃんと、勉強してなかったっていうのと、会社のことを分かってなかったっていうのが、一番大きい要因かと思うんですけど、いろんな、ホームページ作ってる会社さんってあると思うんです。ここのホームページって、今、クオリティの割には、めちゃくちゃ高いんですね。僕の性格上、自分にあまり嘘つけないっていうのと、お客さんにも、嘘つけないっていうのが、気持ち的にはあったんで、そもそも僕がお客さんやったら、ここの作ってる会社のホームページを僕は絶対買わないなと思いながら、日々働いてたんですね。そんな気持ちで、働いてたら、多分長続きしないし、全力で、やれないなって自分もおりながら、ずっと働いてたんですね。あと辞めてしまった理由としては、こんな忍耐力ないですよねって言われたら、もうそれだけかもしれないんですけど、結構、休みも少ない、土曜日も出勤するような会社で、何がどうのこうの、
何が基準かっていうのは分からないんですけど、普通に考えたら、もうこれパワハラだよねとかっていう発言とかも結構上司の方からされてたので、例えば、もう人格否定ですよね。僕、奥さんいるんですけど、ほんまにお前って奥さんおるのっていう、要はお前のその能力とか性格でどうやったらその奥さんができるのっていう多分つもりで言ってたと思うんですよ。そんな感じの類のことを、よく言われてたこともありましたし、自分がお客さんやったら、買うつもりもないホームページを売ってる会社で働いてるのは嫌だなと思って、正直なところ、辞めますって言わずに、もうその日の昼に、みんなが昼ご飯行ってる間に、もう勝手に自分の荷物をカバンに入れて、揃えて、途中でもう抜け出しました。で、その後に、上司から電話がかかってきて、お前なんでおらんくなってん？僕はもう辞めますと電話で言ったんですね。そしたら、お前それ数字は通ってないぞって言われたんですよ。実際今振り返ると、数字通ってないし、めちゃくちゃ、なんかダサくて、弱い逃げ方したかなと思うんですけど、結局、筋通してでも、辞めてたのには変わりないですし、一刻も早く辞めて、自分の今の状況から抜け出したかったっていうのがあるので、そんな感じで、6社目も3ヶ月で終わりました。最後に飽き性について話したいと思います。もちろんこの転職が多かった僕の履歴書を見てお分かりかと思いますが、自分はとても飽き性で物事に一貫性がなく長続きしない性格です。この飽き性な性格はもともと生まれ持ったもので、そして環境によって作られたものだとは思いますが、正直この年になって今の性格を直すのはとても難しいと自分は思います。今まで転職が多かったり、物事に対してすぐ飽きてしまうのは、もしかしたら自分が向いていなかったり合わないことをしていたのが一番大きな原因かもしれません。でもこうやって失敗経験を重ねて、自分に合っているものや自分が進むべき道というのを探すのも悪いことではないと思います。むしろそうやって失敗や試行錯誤を重ねて自分の道を探す方法しかないかもしれません。自分の現状や性格について悩むことが最近はよくあります。何のために頑張っているのかと悲観的になることも多々あります。それでも自分が負債を抱えているという状況から抜け出すためには、歯を食いしばって前に進んでいくしか方法はありません。今月からはありがたいことに準社員として日々肉体労働を行いお金を稼いでます。今はまだ若いので肉体的には全然問題はないですが、今の仕事も正直年を取ったら続けるのが難しいということが現実なところです。時々ですが、自分の過去や自分の性格について嫌になってしまうこともあります。皆さんもそういった経験はありますか？自分なりにですが、これからも自分の道を歩んで借金を返済していきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。